はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。さあやってまいりました。今回アイランドのね、エピソード8ということで、本当にゴヌくんですね。もうちょっと、扉が閉まってく感じはね、辛かったです。ただでも、インタビュー最後の時にこれ出たじゃないですか。だからね、ちょっと、でも、そうか、ゴヌくんには次の道があるなってあそこでちょっと思いましたね。ファンサービスができるゴヌくんですよ。自分にどれだけ投票されてるとか、多分もう理解されてると思いますし、ファンの方がついてるっていうのも重々多分理解されてると思うので、ああいうことができるんですね。落ち込まないでくださいと、僕の道はまだ始まったばっかりですっていうあれができるゴヌくん。いや、どこまでさすがなんでしょうというところでね、第1話からずっと気にかけながら応援しておりまして、実は投票もしておったというところがあったので、ちょっとね、残念な気持ちではありますけれども、次をね、応援していきたいなというところでございます。本当に、ゴヌ君お疲れ様でした。もしね、これを見ていたら僕は日本語で今喋っておりますけどもね、ゴヌ君お疲れ様でした。本当にありがとうございました。で、ぶわっとね、3チームのパフォーマンスを見てて、確かに一番良かったのはフェイクラブでしたね。もう、圧倒的にちょっと世界観を作りに来てたなっていうところがあって、ちょっとね、見ていきますかね。まず、みんなで練習してますと、それぞれ3チーム練習して、中間審査があって、で、本番を迎えて順位発表というところで見ていきますけれども、DNA チームから見ていきましょうかね。ハンビン君ですね。もう完全にオアシス。アイランドのオアシスとは彼のことでございますっていうぐらい、ハンビン君が常に何かが起こるたんびにハグをしたりとか、言葉をかけたりとかして、その傷口にね、薬を塗っていくじゃないですけども、全部を元通りにしてくださる、もう素晴らしい方じゃないですか。もう、僕もハグしたくなっちゃって、もう、ハンビン君みたいな、もう、ありがとうございます、アイランドって言いたくなるぐらい、お人柄が素晴らしすぎて、いやーもう、ハンビン君いなかったらだいぶきついと思いますよ、今回のアイランド。なんですか、ライブと、なんだっけ、ライバルのところだ。ライブあるよ、これからみたいな。あそこら辺もね、ちょっとほっこりしましたけれどもね。はい。で、ケイ君のリーダーシップが素晴らしかったですね。で、ニキ君の、ちょっとこのアレンジですね。出したところなんですけども、あれ多分皆さんの中では、おいおい、ニキ君と勘弁してくれやと思ったかもしれないですけど、僕ね、ニキ君のね、なぜあれをやったかがわかるんですよ。なぜあれをやったかというと、ニキ君の、良くなかった点は、おそらく誰にも言わずにあれをやったところですね。で、なぜ誰にも言わずにあれをやったかというと、あれをやった意図がありまして、あれってオリジナルなんですよね。テテさんがやってたからやったっていう風な。で、そのオリジナリティを、オマージュみたいな形でパフォーマンスに取り入れた結果、ケイ君のチーム、今回の DNA チームにちょっとアレンジ加えてきたな、みたいな。こいつらちょっと、なるほどな、自分たちで作りに来たなっていうところを評価してもらいたかったんじゃないかなっていうふうに思っていて、下手したらそういう評価のされ方がね、存在するんですよ。下手したらというか、そういうものが存在していて、課題曲なんだけれども、ちょっとアレンジを加えたことによって、そのチームの評価がポッと上がるみたいなことがあるんですよ、実際に。で、そこを狙ってた。で、ニックの場合はこれをやった時に、ケイ君がそれを見て、おい、ニッキーみたいな。お前なんだよこれ、最高じゃねえかよっていうのを多分想像したんですよ。多分そうなんです。お前最高だぜっていうのを想像したんだけれども、こっそり多分やって、こうやって待ってたんです、多分。そしたら、見た、ケイ君が、おい、ニッキーみたいな。これはなんだと。あっちゃそっちかーって多分なったと思います。怒られるつもりでやったんではなくて、多分褒めてもらえるんじゃないかなって思って、誰にも言わずにアレンジを加えてやったんですね。で、これがもし褒められたなら、このアレンジめちゃくちゃ良くないみたいな。これ、テレちゃんのあれでしょみたいになって、これでやってみようよっていう風に、多分中間審査の発表でなったと思うんですけど、ケイ君の場合は結構そこら辺冷静で、与えられた振り付けをちゃんとこなしていく。で、そこに対して正当な評価を得て、チームの得点っていうところを、ちゃんと繋げていこうっていう風に見ていた方で、またさすがにクレバーだなという風に思いましたけども、そこで、ちょっと来いと。お前これは何をやってるんだというところで、ニックもニックで、いやでもチームのためにみたいな。多分個人の順位が低くて、そこで何とか挽回するためにっていうのは、言ってましたけど、とはいえチームのこともあれ考えてやってると思うので、そういう意味では、独りよがりすぎるプレーでも実はないんですよなーっていうのは、僕が見ててちょっと思いましたけど、はい。で、ケイ君が素晴らしいなっていうのは、やっぱ、マラソンやってるからっていうところがあって、スポコン魂じゃないですけれども、ちゃんと下の人たちに教える、で、上の人から教わるっていう、その縦社会の中で、しっかり生きてきた方だからこそ、あとはチームプレーに慣れてるからこそ、出てくる強めの言葉だったりすると思うんですよ。怒る時にはちゃんと怒る。でもそこにはちゃんと愛がある。ベッドの横ではちゃんと寝るみたいなね、一緒に寝るみたいなところがありましたけれども、そういう人柄っていうところを見れば見るほど、ケイ君ってね、やっぱ必要だなって改めて思いましたね。
番組を作っていく制作人の方たちもK 君を見て、いや、K 君必要だなって多分思ったと思います。そのぐらい、チームを動かしていく上でめちゃくちゃ大切な役割をすごく担ってるアピールになるんですよ、あれって。見てる人からすると、なんでまたそんな怒ってとかってなるかもしれないですけど、もうね、あれこそチームプレーの鏡だと思うので、さすがです。さすがでございます。株が多分上がってると思います。からのですね、フェイクラブチームですかね。あ、待って。J 君はね、素晴らしいんですけども、ちょっとね、今回は二人のその、喧嘩じゃないけども、伊坂さんに対して、こう、しょぼんってするしかないっていうところの、J 君が見れたところはちょっと面白かったなっていうところは、多分フォローはしてたと思うんですけども、J 君がいつも以上に会って様子見てる感じ、J 君って今までこう言ったり言われたりってする立場の人だったと思うんですけども、おとなしい J 君は J 君でなんかちょっと可愛いなっていう風に思いましたけどね。はい。で、フェイクラブチームですかね。チームを取るか、音楽取るかっていうところで、チームを取ったがゆえに一番難しい楽曲が残ってしまったと。フェイクラブを取りに行ったんではなくて、フェイクラブが残ってしまったっていうところで、滝くんの中でも多分本意ではなかったと思うんですよね。フェイクラブのつもりじゃなかったと思うんですけども、ただ結果的に1位ですから。で、めちゃめちゃ苦しいことたくさんあったと思います。ここに関してはもうチームプレーとしてそのリーダーの役割が全く担えない、実力もないし、バッジもないし、俺に何をすりゃいいんだというところの状況ですよね。多分ですけど、ダンスのリーダーっていうのは、なんとなくのリーダーっていう認識だったんじゃないかなって思っていて、ここまでプレッシャーを負うものだとは正直思ってなかったと思います。のところに対して、中間審査とかでトレーナーの方たちから、タキ、お前リーダーだろって言われるたびに、そうだみたいな。俺リーダーじゃんって多分どんどんなってったと思うんですよ。もっと多分、ヒスン君を選んだのはそこだと思って、リーダーだけどヒスン君がいれば大丈夫って多分正直思ってたと思います。で、そこにソンフン君と、あとは一緒に来てたグランダーから上がってきたゴヌ君入れて、ソノ君入れて、この感じで素晴らしいチームバリューというか、バリエーションになったんじゃないかな。実力も含めて素晴らしいチームワークになったぜって多分最初は思ってたと思います。ただそこに対して思いのほかミッションにおけるリーダーという役割が重すぎたっていうところの実感を感じて、その落差が激しいだけに、よりそのギャップがね、激しいだけにショックが大きかったんじゃないかなっていうところはあります。で、ただ、そこが良かったんですよ。結果的にそこを経験して、リーダーってやるの本当に大変だなっていうところで、本来であればもっとパフォーマンスできる人なんですけれども、そういうところですよね。みんなっていうのその目線とかも気になるし、自分の立場も気になる、っていう中で、とてもじゃないけど、練習も練習にならないと思います。うまくなるはずのものがね、うまくならないと思うんですよ。そんな中でうまくなれるはずないんですから。って悔しいとかわかんねえとか言いながらダンスめっちゃうまくなってるかとかって、ありえないですから、本当にそんなことは。っていうのもあって、今回しょうがないと思います。12位というのは。それだけプレッシャー感じてしまってたっていうところあるんですけど、ただ、一つ、めちゃめちゃこれ自信に思っていただきたいのは、滝くんが選んだこのメンバーだから1位取れたんですよ。1位を取れるメンバーを一番最初に当ててたっていうところですね。これが滝くんの素晴らしいところ。よくぞこの3人を選んだなっていうふうに思って、本当に。これは、誇っていいところだと思うので、なかなかね、この成果に気がつけるのは多分ね、2年後ぐらいだと思うんですけれどもね、はい。で、からの I20 チームですね。ちょっと出番も少なかったですかね、I20 チームは。みんなもともと、自信がめちゃめちゃあるタイプの人たちではないなっていうところもあって、で、3人が、グラウンド経験者ですよね。ジョンウォン君以外が多分グラウンド経験者っていうところもあって、トータルの、メンバーのスコアで言うと、実力スコアみたいな数値出すとすると、I20 チームは多分一番低いんじゃないかなっていうところもあって、ただでもその期待が薄い分、自分らダークホースだぜというところでみんなのその思いを裏切ってやるぜみたいなね、俺らが1位取ってやるぜっていうマインドは素晴らしかったなというふうに思います。ダンスの話については、また別で動画を出して解説していきますのでお楽しみにしていてください。最終的に、審査をしてという中で DNA チームも I20 チームもフェイクラブチームもトータルで素晴らしかったと思います。ただそこに対して、足りるもの足りないものっていうのは確かにそうだなと。DNA は、ざっくりとさらっとだけ言いますと、素晴らしいダンスブレイクもかなりえげつなかったです。スキルフルではあったんですけれども、ちょっと物足りなさがあったかなっていう。なんでかっていうと、ニキ君と、K 君がいる。で、そこにハンビン君と J 君がいるっていう、このメンバーを見たときに、だいぶな、期待がかかってるんですよ。期待値が高いんですよ。本当に高いと思うので、そこいかに超えられるっていう中で、超えずに多分、その人たちのパフォーマンスで終わってしまったんじゃないかなっていうところは、
僕もちょっとありました。多分ね、もっといけたんですよ。でももっといけなかったのはなんでかっていうと、一発目だからなんですよ。これが、出番が2番か3番だったら違ったと思う。1番目って、何でもそうじゃないですか。M1 でもそうじゃないですか。1番目の人って、ちょっとやっぱ緊張してるんですよね。で、2番目、3番目ぐらいから、その審査する会場とか空気も温まってきて、出ていきやすくなるんですけれども、一発目はね、しょうがないんですよ。っていうところでは、ベストパフォーマンスだったんじゃないかなっていうふうに DNA の人たちは思います。はい。で、からの I20 チームっていうところで、ジョンウォン君は本当にズバ抜けて素晴らしいなっていうふうにやっぱり思いました。表情といい、ダンスといい、歌といい素晴らしかったなと。ただ全体的にちょっと I20 の、表情を作るところをすごく練習されてたじゃないですか、皆さんの中で。あれが、ちょっと、僕の中では違和感というか、表情って作るものではなくて出てくるものだと思うんですよ。どんな顔をしようかっていうところに意識を向けすぎると、そっちになっちゃって、楽曲に集中できてなくなっちゃうんですなっていうのがあって、本来パフォーマンスあるあるなんですけども、ステージに立つ前に、こんな表情をしようとか、なんか映像とか撮るときにこんな表情でお願いしますみたいな話もあったりするんですけど、表情の練習しちゃうと、実はちょっとね、難しいから、プロの世界で本当に上手い人たちがそれをやるっていうのはわかるんですけど、今のこの段階であれば、素直に音楽を聴いた感情を任せちゃった方がいいと思うんです。感情に任せた顔した方が多分もっと和らいだと思うんですけど、作ろうと思えば思うほど顔に筋肉力入っちゃって結果硬くなっちゃうっていう、それが今回ちょっと見えました。 I20 ちょっとそこもったいなかったなっていう風に思ったんですけどね。はいでございます。でフェイクラブですかね。もうね、素晴らしかった。ヒスン君にソンフン君とこうパート変えたところがあったじゃないですか。スタート。パフォーマンス見てたんですけど、ヒスン君ね、全部パーフェクトだった。手の使い方とか目線からそこに対する歌とか含めて、全部パーフェクトだったんですよ。あれはやばいなってちょっと思っちゃった。本当にとんでもない練習を積んできた人だから出せる技だなってちょっと思いました。昔からダンスがべらぼうに上手いっていうよりかは、感覚的なものではなくて積み重ねた努力系の方だと思うので、そういう意味での上手さがもう全開でしたね。で、その実績とか自信が積み重なってヒスン君、一個のヒスン君が生まれてたんじゃないかなっていうところがあります。とりわけ一番目立ってたんじゃないかなっていうところがフェイクラブチームですね。はい、ヒスン君でございましたと。ソンフン君も個人的にはとても良かったんですけど、ヒスン君がやっぱりちょっと圧倒的に伸ばしたかなっていうところは、感じましたかね。ソヌ君もね、でも言うて結構化けたなっていうところがありますんで、これからさらに期待大。で、ソヌ君は本当になんかね、ギャルみたいな感じ。ギャルって言い方合ってるのかわかんないんだけども、なんかこの、マジでなんかヒスンめっちゃお前最高みたいな感じのこと言ってたじゃないですか。あんた本当いいやつだねみたいな。あの感じ、なんかすごく、いいキャラだなってちょっと思っちゃって、言いたいことスバって言うんだけれども、なんか物腰は柔らかい、嫌な気持ちにさせないみたいなところは、結構ね、ソヌ君いいなっていう風に思いましたね。で、ジェイ君のヘアスタイルがちょっと気になった。他もそうです。ゴヌ君とかもそうなんですけど、前髪ちょっと重たすぎて、表情があんまつかない人たちが多かったんですよ。本来目力もっと出せる人たちの前髪をどんどん下ろしていくもんだから、それじゃあパフォーマンス光らないですよってちょっと思っちゃったところがあって、って感じですかね。あと、ケイ君、順位がね、出ましたけれども、ケイ君が4位にいるっていうところで、個人的にケイ君が多分1個伸びきってないような気がします。順位としては悪くないんですけれども、多分、もっと上を目指す方だと思うので、という中で、僕の中で1個思ったのは、感情表現のバリエーションですね。強めのストロングスタイル結構出せるので、オラオラ系いけるんですよ。かっこいい系、クール系もいけるんですけど、悲しい方の感情表現。楽しい方の感情表現。表現しにくい方です。あまりこう光を当てにくい方の感情に対して、どれだけ表現力持って出せるかなっていうところがあればいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってて、そこで言うと、ソヌ君と、ヒスン君ってめちゃめちゃうまいんですよ、そこら辺。一回、多分、それぞれ多分挫折というかすごい辛い経験をこうしてる。それぞれしてると思うんですけども、その経験を生かした表現ができてるんじゃないかなっていう風に、ヒスン君とかとりわけ思います。もはや排水の陣じゃないけど、めちゃくちゃ開き直ったパフォーマンスをしてるなって思ってて、で、ソノ君もソノ君でやっぱりその自分の体調とかコンディションとかっていうものがあった中で、こう、
でも頑張っていこうっていう風にしてる笑顔があるじゃないですか。なので、あの笑顔ってすごく裏がある笑顔なんですね。いい意味で。闇を抱えた笑顔だなっていう風に僕は思ってて、そういうところが今回のフェイクラブでめちゃくちゃ光ってたんですよ。DNA ってそういう楽曲じゃないんですけれども、そこに対するやっぱ表情の乗せ方、感情の乗せ方っていうところが、一個プラスアルファで出るとパフォーマンス多分グッと上がるんじゃないかなって思ったので、闇を照らすと光がもっと明るくなったりするんですよ。っていうところのその両面をもっともっと鍛えていけると、K 君個人的に強くなるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。ちょっと他の方たちのやつは、ダンス解説の方でしていきたいと思いますので、とりあえずまずはね、長くなりましたけども、ざっとおさらいというか感想ということでございますので、ほにゃほにゃほにゃというところでございます。はい、皆さんのね、ご意見もぜひ下の方からいただければと思いますので、よろしくお願いします。リクエストや質問などありましたら下の方からお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。てい。